はい、それでは私、株式会社スカラー CEO 深津から、本日はですね、AI DevOps スタディということで、クロードコードによるリファクタリングの第1回目ということで、現行システムの分析と評価、これを AI を使ってやるというところについてお話ししていきたいと思います。で、まず簡単な自己紹介ですけども、今回主催している株式会社スカラーの CEO で、かつ、コーファウンダーとなります。で、主な関心事項としては、日本の IT の強化ですとか、アーキテクチャ設計、それから DevSecOps とか FinOps ですね。で、あと個人的にはこの AI が与える各業界へのインパクトということに興味があります。で、特に最近ですとモルトブックっていうのが結構面白くて、最近AI 同士の会話をしてるんですけど、この中で宗教が生まれるみたいなことが起きています。で、その他の活動としてはですね、IPA の専門員としても活動しておりまして、今 DADC というデータに関する専門員としても活動しております。あとは本業であるスカラーの経営者としての活動もしております。それでは本題に入っていきたいと思います。まず最初にですね、レガシーシステムの現状と課題ということで、日本においてどのぐらいレガシーシステムがあるのかというのをちょっと簡単にまとめてみました。で、こちらちょっと2025年の調査結果なので、実態としては2024年のものになるんですけども、今ですね、レガシーと言われているシステムがどのぐらい残っているかというアンケート調査なんですけども、約62.7%がほとんどがレガシー、半分がレガシー、あるいは一部領域に残っているという状態になっています。おそらくこれも多分レガシーなんですが、わからないっていうのが16.8%。で、わからないまで含めると、約79.5%に、何らかの、レガシーシステムもしくは、状態がよくわからないシステムがあるというのが、今、日本の現状になっております。で、じゃあ、これを維持することに、どんなリスクがあるかっていうところなんですけど、一つ大きいのはですね、経産省のレポートによるとですね、経済損失っていうことで、基幹系が21年以上稼働しているシステムっていうのが、大体2025年、去年で約60%というふうに予測されてまして、最大約12兆円ぐらいの損失が起きているというふうに予測されております。それから、データ活用、全社最適化を阻害するということで、DX を進めようとしたときに、このレガシーなシステムというのが課題になってくると。で、特に最近ですと、AI とかを入れてもですね、企業の中でそのデータ活用が限定的で、かつ効果が限定的になってしまうという課題があります。で、3つ目がですね、維持費、保守、運用ですね。この運用保守に、ほとんどの費用を吸われてしまって、攻めの投資ができないというふうに言われています。で、短期最適化を目指してしまうと、長期の運用報酬が高くなってしまって、ここで新しい投資ができないというのが起きると。で、最後に、一番これが最近問題になるんですけども、セキュリティですとか、障害だとか災害時のリスクですね。ここに対応するための、リスクがどんどん肥大化しているということが起きているというふうに言われています。じゃあ、こうしたですね、レガシーシステムがなぜモダナイゼーションうまくいかないかっていうところなんですけども、まず一つ目はですね、ブラックボックス化って言われているところで、多くのケースですね、今の現行を踏襲する、いわゆる塩漬けと言われているような、そういった思考が見られるというところで、結果何が起こるかというと、既存のシステムにアドオンがどんどん追加されたり、カスタマイズが積み重なって、ブラックボックス化が行われて、で、より一層回収が難しくなっていくと。で、2つ目が、経営改革だとか業務改革と、一体でやらないとなかなかうまくいかないということで、現場の抵抗が大きいと。で、データ活用のためには、既存システムの問題の解決だけではなくて、業務全体の見直しとかも必要になってくるということで、これがやっぱり業務のオペレーションを変えるということで、現場サイドの抵抗が大きいというふうに言われています。で、3つ目が、体制ガバナンス不足、それから丸投げ構造と言われているもので、じゃあシステム誰が作ってたんですかっていうと、外注してましたみたいなケースが多くてですね。で、さらに言うと、お客様の中にですね、意思決定をするためのCIO ですか CTO の組織がないというケースも結構見られます。このため、業務に即した意思決定を迅速に行うことはできないと。で、4つ目、人材不足。これは特に上流っていうところで、詰まってしまうと。で、今、全体的に供給は需要の66%しか満たしていないということで、人がいないって言われているところですね。で、ビジネスだとか、IT アーキテクトとかデータサイエンティスト等の上流人材が今不足していて、ここ産業全体で充足率が上がらないということで、レガシーシステムがあってもなかなか手がつけられないということが、起きていると。そして、多くのレガシーシステムを見るとですね、巨大なモノリスだとか、モジュラーモノリスになっていることが多くて、一つの変更が全体に及んでしまうため、例えば段階的な移行をするにしてもなかなか難しいとかですね。あるいは、度重なる外注によって、ブラックボックス化していて、どこから手をつければいいかが判断つかないみたいな、こんな状態がよく起きております。
で、解決のための道のりとして、どういうことをやっていくかっていうところなんですけど、まず1つ目はですね、ブラックボックスを可視化するということが必要になります。そのためには、現在あるそのソースコードですとか、あるいは設計書等の類ですね、ここから何かしらの手がかりを見つけて可視化する必要があります。で、2つ目は、それらのドメインですね。業務をドメインという単位で整理をして、業務の変更とシステムの変更を一体化させる必要があります。ほとんどモノリスのシステムっていうのは、例えば何か変更すると他部署にも影響が起こるということで、ちょっとした変更が全体に影響するため、なかなか調整が難しくなるということで、これは機能単位で分割するんではなくて、ドメイン単位で分離して、組織とシステムを一体化させる必要があります。で、この2つについては、今日お話しする AI を使うことで、高速かつ低コストで実現可能だというふうに考えています。で、これが終わるとですね、今度は業務間のデータの整合性をトランザクション設計で担保するということをやると、システムが柔軟に分離できるというところで、ここで弊社の製品が寄与するというふうに考えています。で、最後に内製化と業務っていうところを一体化させて、業務が分かる内製チームをちゃんと立ち上げて、例えば部分的には開発とかを、例えば外部の SS の会社にお願いして、支援していただくっていうのが必要だと思うんですけど、やはりシステムの主導権を内製化することで、ブラックボックス化を防いで、今後レガシーシステムと言われるようなシステムをなくしていくってことが大事になります。で、この時に一つ考えなきゃいけないことは、いきなり全面刷新しようとすると非常に負荷も高いですし、なかなか進め方も難しくなってきますので、このリファクタリングっていうのをまず行って、段階的に再設計していくっていうことで、早く成果を得て、早くシステムを分離していくっていうことが、重要なのかなというふうに考えております。で、今日お話しするのは、この1つ目のブラックボックスを可視化するということをお話しします。で、その次のステップでは、機能ではなくドメインで分離して、どういうふうに実装計画を作ったらいいのかということを次回お話しします。この2つについてお話ししていきます。では最初にですね、良いアーキテクチャとは何かっていうところについてお話しします。じゃあ、この良いアーキテクチャですね。なかなか難しいんですけども、これは私が考える良いアーキテクチャっていうのは、変化に強くて意図が明確で、壊れ方がコントロールできる構造っていうのが、良いアーキテクチャだというふうに考えています。これについてこれからちょっと深掘りしていきたいと思います。で、まず、よく勘違いされるんですけども、アーキテクチャと設計の違いっていうのが混同されているケースが非常に多いですと。で、実際のシステムはですね、実装と設計とアーキテクチャと組織っていうのが、これがきれいに分かれてないケースっていうのが、非常に多いですと。で、実装はですね、実際に動くコードという実態で、設計はどう具体化するという肉付けになります。で、実は一番足りてないのはこのアーキテクチャというところで、何をどういう構造で作るかという骨格が、なんとなく流行ってるから3層構造とか、なんとなくモジュラーモノリスみたいな、そういうケースが非常に多いのかなと。で、しかもこれを決めるのが、本来は発注者であるシステムのオーナーである、発注元が決めなきゃいけないんですけども、受注側が決めることが多いというのも課題なのかなというふうに思っています。そして、アーキテクチャと、強く紐づくのが組織ですね。これはどう運営するかという体制ですね。この4つの観点で物事を見ていく必要があるというふうに考えております。では、じゃあ、アーキテクチャってどのような責務を持ってますかっていうことで、アーキテクチャの責務と設計の責務を書いております。で、アーキテクチャの目的は何かというと、将来の変化に耐えられるかを決定するということがアーキテクチャの責務になります。で、アーキテクチャでは、この非機能要件を担保するということで、可用性、スケーラビリティ、セキュリティ、データ整合性の4つを担保します。そしてもう一つ大事なのが、組織構造と整合するというところが非常に重要なポイントになっています。聞かれたことがある方もいるかもしれないんですけど、コンウェイの法則というのがありまして、このアーキテクチャというのは、実際に運用していくとですね、その実装を運用する組織に作用されます。なので、最初に例えば3層で分けても、この実際に実装を運用する組織が1つの組織で動いている場合、このアーキテクチャがいつの間にか癒着して1個のモノリスになるみたいなことが多々起きます。で、アーキテクチャを保つためには、この逆コンウェイの法則ということで、先にアーキテクチャを決めて、それに合わせて開発運用組織を決めるということが必要になってくると。で、一方、設計は何かというと、今の要求をどう美しく満たすかの決定で、こちら可読性ですとか、保守性ですとか、再利用性、そしてバグを生まない構造を作るというのが設計になります。
で、この2つが実はシステムの、レガシーになってこう改善できるかどうかっていうところをこう切り分ける一つの大きなポイントになってきます。で、特に今現在ですね、常に変化を求められるっていうことが起きています。例えば AI によって今までのシステムの作り方ではこうダメになってきたと。例えば、今から2、30年前ですとシステム作ったら5年後にメンテナンスするみたいな、そんな感じだったと思うんですけど、最近は周辺のソフトウェアだとか仕組みが変わったりするので、常に変化させなきゃいけないとか、あるいは、インターネット越しで使うシステムも増えてきてますので、セキュリティリスクに対応してすぐに修正をしなきゃいけないみたいな、こういうことが起きているので、従来のモノリスだとか、モジュラモノリスのようなアーキテクチャでは、ビジネスの組織と実際のこうシステムが乖離してしまうため、マイクロサービスのようなアーキテクチャというのが求められてきています。では、この良いアーキテクチャですね、冒頭にお話しした良いアーキテクチャってどういう観点が必要かというところなんですけども、6つの観点があるというふうに考えています。で、1つ目は変化に強い。で、2つ目が意図が明確であること。そして3つ目が負債を制御できる。そしてビジネスと整合している。で、観測可能で、一番重要なのは、この壊れ方が美しいっていうところですね。要は正しく壊れる。こういうことが重要になってきます。で、私も結構長い間、この IT 業界にいるんですけど、壊れないシステムを求めることを結構お客様の要求の中では多いんですけど、実はそれは多分不可能で、大事なことは正しく壊れるように設計する、あるいは正しく壊れるようにアーキテクチャを整合するみたいなことが大事になってきます。この6つを満たすようなシステムができれば、常に技術さえをコントロールして、で、かつ障害が起きても対応しやすいようなシステム、そして変化が起きてもそれに追従することが可能になるシステムっていうのが作っていけるのかなというふうに考えております。で、じゃあ実際にこの良いアーキテクチャはどうやって評価したらいいんですかっていうのを簡単にまとめております。で、大きく5つの観点がありまして、1つ目、構造ですね。これはちゃんと境界が正しく引かれている。で、これはアーキテクチャっていうのはどこに境界を引くっていうのが一番の主題ですので、この構造っていうのが一番大事になってきます。で、そして次がデータですね。データがどの構造に紐づいているかというところで、そのデータの主権と、あとは関連するシステムとの連携というところで整合性モデルが明確になっていること。で、運用では観測可能で、かつ制御可能であること。組織ではチーム構造とこのアーキテクチャが一体化していること。そして経営観点では戦略と整合して投資効率が高いというところが重要になってきます。で、この下にちょっと細かくは説明しないんですけども、各観点ごとに、どういう状態が良いと言えるのか、どういう状態が悪いのか、で、悪いとどのようなビジネスの影響があるのかということを簡単にまとめております。じゃあ、これを踏まえまして、実際にこのレガシーシステムの分析っていうのはどういうふうにやっていったらいいんでしょうかと。で、よくレガシーシステムをこうマイグレーションするプロジェクトなんかでは、何年がかりでとか何千億でとかそういう話がよく出ると思うんですけど、こういった巨大な技術負債を可視化して実際に計画を立てていくためには、最初にこう調査をする必要があるんですけども、ここの可視化っていうのが非常に重要になってきます。で、一般的にこのレガシーシステムの調査費用の実態ですね。これはちょっとサンプル、そんなに多くはないので、私が過去に関わってきたプロジェクトで、だいたいこのぐらいのお金がかかっている、これ最低このぐらいかかっているっていうイメージだと思っていただければわかります。で、例えば、ドキュメントヒアリング型ですと、既存の資料をレビューして、キーパーソンにヒアリングをして、構成図を再作成するみたいな、こんなやり方ですね。で、こちら、ドキュメントの量によるんですけど、一つのサブシステムぐらいだと、1、2ヶ月で、大体費用が200万円から800万円ぐらいというふうに言われています。で、2つ目がソースコードの静的解析で、これは依存関係の抽出だとか、複雑度の分析だとか、技術負債を測定するというところになります。これは大体1ヶ月から3ヶ月ぐらいかかっていて、500万から2000万円ぐらいというふうに言われています。で、3つ目がさらに深く見るということで、動的解析とトレースということで、実行ログを解析したり、トランザクションを追跡して、動いているシステムをこう解析する。これも1、2ヶ月はかかる仕組みで、500万から1500万円ぐらいかかると。で、4つ目、今度はデータアセスメントですね。このデータを実際に見て、データモデルを見直していくっていうところで、ER の再構築だとか、テーブルの依存分析だとか、データ品質の診断みたいなことをやるんですけども、ここも大体1システムで1、2ヶ月300万から1500万円ぐらい。で、5番目が、業務プロセス分析ということで、現状の業務を
確認して、as is の整理をして、手作業の依存特定をして、で、ボトルネックを抽出すると。これも1、2ヶ月は1システムあたりかかって、300万から1000万円。で、最後、包括アーキテクチャ診断ということで、これらの結果に基づいて全体の統合診断して、リスクマップを作って、ロードマップを策定する。で、これは2ヶ月から6ヶ月ぐらいで1000万から5000万。これをトータルで見ると1システムあたり、やっぱり1億円近くかかるっていうのが一般的な相場なのかなと。で、大規模なシステムになると、このシステム数分だけかかるっていうことで、この既存の技術負債を整理するために、調査をするだけでも相当な人手とお金がかかるっていうのが課題になっています。で、これを解決できないかということで、今回お話しするのは、AI エージェントを使って解析を行って、これがまた大事なんですけども、この解析をするのが人になっているとですね、チームの中の人のスキルだとか、あるいはその主観ですね、モチベーションだとか、そういうところによって正確性を書いてしまうんですけども、この AI を使ってルールに基づいて行う場合には、ここの正確性というのがかなり高められるんじゃないかというところ。それから、ここに書いてある、数ヶ月かけるような期間というところも、AI を使うことによって低コストを実現できるんじゃないかというふうに考えております。で、さらに解析だけにとどまらず、リファクタリングを含めて、行えるんじゃないかということで、今回、私が作ったエージェントについてお話ししていければと考えております。で、ちょっと正式な名前はちゃんと決まってるわけじゃないんですけども、アーキテクチャリデザインエージェントという名前をつけてまして、これは何をしてくれるかっていうところで、入力はソースコードプラス設計書。で、実は、ソースコードありませんとか、設計書ありませんでも分析できますし、あるいは設計書が欠けてますとかですね、ソースコードが一部ありませんとかでも分析をかけられるように、推論エンジンを作っております。で、じゃあ中身はどんなことをやってるかっていう特徴なんですけども、一つ一番大きいのは自動分析っていうところですね。コードとドキュメントから指揮達言語というビジネスの用語を抽出して、で、アクターロールを抽出して、ドメインとコード間のマッピングを作るってことをまず最初にやって、それぞれビジネスの仕組みとシステムの仕組みがどう紐づいているかってことを自動分析します。で、2つ目が、モジュラーマチュリティインデックスというふうに呼ぶんですけども、モジュール成熟度の指標を作って、これを評価して、このシステムのこのドメインのモジュールっていうのは、どのぐらい先ほど言ったアーキテクチャに沿っているかっていうところを、凝集度、結合度、独立性、あと再利用性に基づいて評価します。で、そこからですね、再構築するための再設計をしていくんですけども、この再設計するためのコンテキストを、ドメインドリブンデザインと言われている DDD という仕組みで、境界付けられたコンテキストをマッピングして、ドメインタイプ、これをパイプラインドメインだとか、ブラックボードドメインだとかっていう、こういうドメインのタイプがあるんですけど、このタイプを設定して、境界を明確化します。で、最後に、弊社のスカラー DB 設計というふうに書いてるんですけど、簡単に言うと、ターゲットとなるマイクロサービスアーキテクチャに合わせて、どこで我々のようなACID トランザクションを 2PC でやる製品を入れるのか、あるいは SAGA でやるのか、あるいはイベントソーシングでやるのかみたいなことを自動設計します。で、これを使うことによって、既存システムモダナイゼーションという複雑なプロセスを自動化しますと。ですので、一旦今あるシステムの、ソースコード設計書、場合によってはですね、運用マニュアルとか、あるいは業務マニュアルだとか、操作マニュアルみたいなものを入れてあげるとですね、この包括的なリファクタリングっていうのを行ってくれる。こういったエージェントを作りました。で、実際にやってみたら、体感でどのぐらいかっていうのはちょっと難しいんですけども、これ手作業による分析時間を80%削減というふうに言ってるんですけど、実は昨日ちょっとある会社さんのですね、決済システムのちょっと分析をしたらですね、だいたい2時間半ぐらいでやれましたね。もっと削減できるんじゃないかなというふうに考えている。では、じゃあ実際にこのエージェントがどのように動くかということを解説していきたいと思います。で、最初にですね、調査フェーズ01っていうふうに書いてあるんですが、ここではコードの構造分析をして、セキュリティ分析をして、データモデルの分析をします。いわゆる静的解析っていうのを行っていきます。で、次にこの解析結果に基づいて、モジュール成熟度指標ですね、こちらの品質スコアを作って、で、ドメインドリブン設計の適合度を評価します。で、これに合わせて統合レポートを作ると。で、次に再設計フェーズに入って、DDD で再設計する、マイクロサービス化をする。で、コンテナベースのアプリケーションの設計を行うということをやります。で、その次がコード生成ということで、ここではテスト仕様書作成だとか、デザインパターンを適用したスニッペットみたいなものですとか、あと API のインターフェース、あるいはその
API の詳細設計みたいなことを吐き出して、コード生成できる状態を担保するっていうところが、このエージェントがやることになっています。で、特徴としては、結構ドキュメント数が多い場合にですね、このトークンを大量に消費するということで、皆さんも多分、クロードコードとか使っていると分かると思うんですけども、トークンが切れるとですね、処理が中断してしまったりするので、この中断しても再開可能なようにワークフローを構築しております。で、全部で今現状ですと37種類のスキルが適宜利用されるような仕組みになってまして、エージェントの方がドキュメントを見て、どのスキルを呼び出さなきゃいけないかっていうのを自動判断して、それをこう動かしていくという仕組みになっています。で、このエージェントの中では、この戦略的設計と戦術的設計といわれるこの2つの設計を評価の対象として比較をしていきます。で、そして実装に近いところになると DDD で、マイクロサービスかつ、ここは今後の API ゲートウェイ、スカラー DB というのを軸に再設計していきます。で、そして、これを実装して、実際 AI 駆動開発やるためのテスト仕様書っていうのを作っていく。こんな感じで全体は動いていくという、そういう仕組みになっております。で、ちょっと簡単にいくつかのスキルの名前をちょっと書いてるんですけども、まず最初に呼び出すのは、このワークフローかフルパイプラインか、それからリファクターシステムっていう、このいずれかを実行します。で、ワークフローは対話型のワークフローになってまして、例えば、情報が足りてないとか、一部書き落ちてる場合は、こちらを選んでいただくと、適宜対話しながら情報を追加して回すことができます。で、これはクロードコードの固有機能なんですけども、Ask User Question というもので、実行タイプをこう選択しながら対話していきます。で、フルパイプラインの場合には、全フェーズを自動実行するということで、27ステップを一気通貫でやっていくっていうやり方になります。仮に途中で停止してしまったりとか、トークン切れが起きた場合には、レジュームフロムで、ここから再開するっていうことをこう指定すると、そこからこう継続するような仕組みになっています。で、最後のリファクターシステムっていうのは、分析と設計のみでいいですよっていう場合には、コード生成までをやらずに、コード生成の手前で実行を止めるっていう仕掛けで、こちらの方が軽くなってまして、トークン使用量を抑えられるような、こういったようなワークフローの仕組みになっています。実際に調査を行うときなんですけども、調査フェーズではここにあるような処理が呼び出されるようになっています。で、最初にシステムインベスティゲーションということで、技術スタックだとか、構造だとか、課題だとか、DD 的コードっていうのを調査すると。で、必要に応じてセキュリティアナリシスっていうのが呼ばれて、これは OWASP のトップ10だとか、ゼロトラストの評価を行います。で、追加でアクセスコントロールアナリシスということで、実際のコードと設計書を見て、アクセス制御のマトリックスを作っていきます。例えば、設計書と、実装が違う場合には、ここで発見できるようなイメージになります。で、その次にフェーズ1に入ると、アナライズシステムということで、ユビキタス言語、アクタードメインマッピングを行います。で、ここから必要に応じてデータモデルの分析を行って、エンティティだとかリレーションだとかドメインルールをこう見つけていきます。で、さらに DB デザインアナリシスと ER ダイアグラムアナリシスを実行すると、テーブル定義、インデックス、ER 図っていうのを分析して、これを出力していくという仕掛けになっております。で、フェーズ2に入りますと、調査した内容に基づいて評価を行っていきます。で、評価は2つの種類が用意されてまして、エバリュエと MMI というのと MMI アナライザーという2つ用意してるんですけど、これはですね、4軸の定性評価なのか、3軸の定量評価なのか、どちらかが選択されるようになっています。で、コードがある場合には、この3軸定量評価が優先されるんですけども、3軸定量評価の場合には、実際に循環参照ですとか、クラスのリファーだとか、こういうのをPython のプログラムで自動的に見つけ出して、これの関連性をこう評価していくっていう仕掛けで動いていきます。で、エバリエイト MMI の方の4軸定性評価については、これはなんかアンケート調査みたいな形の評価の仕組みで点数付けを行って、そこから評価をしていくような形になっています。で、2つ目が DDD エバリエーション。これは後ほど説明しますけれども、戦略的、戦術的な評価を行っていきます。そして、これらの評価結果を統合して、統合マトリックスを作って、相関マトリックスからどのように改善したらいいのかということを導き出すという仕掛けになっております。で、ここまで行いますと、次にリデザイン再設計というところに入って、バウンディットコンテキストだとか、アグリゲートだコンテキストマップを作って、ドメインの境界を引いていきます。で、その次にマイクロサービスをデザインして、で、さらにデザインごとに
弊社の製品であるスカラ DB のどのエディションを使って、どういうアプリケーションの設計パターンを当てはめればいいのかっていうのを選択していきます。で、次に、デザインスカラ DB ということで、スキーマだとかトランザクションモデルだとか、あとサガマだとか、あとヘルムチャートを作り出します。で、デザインスカラ DB アナリティクスになると、今度はこの分析系の部分で、インメモリで分析する Apache Spark と、我々の製品のアナリティクスのエンジンを使った設計を行います。で、その後にデータモデルが確定すると、デザイン API ということで、REST API の設計を行って、で、最後にその各 API の詳細設計の実装仕様書が作られます。で、ここまで来ると、この実装仕様書に基づいて AI によるコーディングが行えるという立て付けが作られるというイメージになります。で、さらにですね、実際に作ったコードに対して、ジェネレートテストスペックと、ジェネレートスカラ DB コードっていうのと、あとデザインインフラストラクチャーで実際に動くコードを吐いていくみたいなことをやっていきます。で、こちらについてはまだちょっと改善余地ありなので、日々修正をかけてるんですけど、ここが最終的につながるとですね、既存システムを入れると、一旦現状システムの要件を分析して、リファクタリングして、再設計して、そのシステムを作り直すところまでできるのかなというふうに考えております。ただ実態としては、ちょっとお任せ作るのは危険なので、日々、適宜ですね、人がチェックをして、指示を与えて作っていくことになるかとは思います。では、じゃあ実際にリアーキテクトエージェントっていうのはどういうふうに動いているのかっていうのをお話ししていきたいと思います。で、まず最初にですね、業務マニュアル、設計書、ソースコード、この3種類を収集しようとします。で、業務マニュアルからは現状の業務がどのように行われているのかっていうところを推論していきます。で、実際に業務マニュアルはその通りにオペレーションされているんであれば一番正しい情報になっていくのかなと思います。で、設計書ではどのような業務に対してどのような機能を実装しているかだとか、非機能の要件だとか想定が入っているんですけど、ここはですね、メンテナンスをしていくに従って、どんどんずれていくっていうのが実態としてはあるのかなと思います。ですので、この業務マニュアルとその下にあるソースコードから実態のズレを見つけ出して、そこを修正していく必要があると考えております。で、ソースコードからは、コード内のコメントとか関数名などから、処理内容を推定しながら、循環参照がないかとかですね、参照しているポイントだとかから、各機能の相関図を作って、それを設計書、業務マニュアルと紐付けてあげるということをやっていきます。で、実態とのズレはないんですけども、実装されているか使われてない機能があったりするっていうのも、コードからの解析では起きたりします。で、これを進めるにあたって、当然、多くのシステムのドキュメント類っていうのは不完全であることが多いので、相互に関連させながら、不足する情報を埋めながら進めていくっていうことを、この AI のエージェントでやっていきます。例えば実際の業務では、システム外のオペレーションも存在することが多かったりするので、こういったところを補完してあげると、より精度を上げることができます。で、設計書とコード間では、最初にビジネス用語を抽出して、システムのコードを探る足掛かりを作っていきます。で、業務とコードがミスマッチしている可能性があったりするので、ここら辺を見つけてきて、深刻度を測っていくみたいなことをやっていきます。で、コードは実際に動いているものなんですけども、ただしビジネス要求通りに作られているとは限らないというところがあったりします。で、じゃあ実際にこの部分の解析の手順なんですけども、どのようにやっているかというところで、最初にドキュメントとコードを読み取ります。で、現状私が作ったエージェントですと、Excel だとか、Word だとか、PDF だとか、PowerPoint みたいな、そういった資料でも読めるように作っております。で、ドキュメントとコードを読み取って、設計書を解析します。で、その次にコード解析をして、指揮出す言語って言われているビジネス用語を抽出して、この指揮出す言語を手がかりに、設計書とコードの紐付けをやっていきます。で、並行してアクターロール権限の整理を行って、で、ドメインとコードの対比を作って、で、そこからメタデータを最終的に更新をして、これで解析する準備が行われるという、そういったような仕掛けになっております。では、実際のコード解析の手順はどうなっているかというところなんですけども、まず最初に技術スタック調査をして、どういう言語体系なのかをまず調べます。で、言語、バージョン、フレームワーク、データベース、外部サービス、ビルドツール、テストフレームワークなんかを、こういったものを探し出してきて、その各その言語特性に合わせて、どのような呼び出し方をするのか、こういったものを紐付けていくっていう技術スタック調査の最初の手がかりを作ります。で、ここが分かったら、構造分析を行って、ディレクトリの構成だとか、モジュールの構成ですね、こういったものを調べたりだとか、
あと公開されているインターフェースがどれなのか、こういったところを見ます。で、次に各そのモジュール間の依存関係ですね。これを見て、モジュール間依存だとか、循環依存の検出を行います。そして、エントリーポイントを探し出してきて、メイン関数だとか、クラスだとか、API のエンドポイントから、それらがどう紐づいているのかっていうのをこう紐付けていくっていう作業を行います。で、これは紐付けた結果から問題点を特定して、コードの品質、アーキテクチャ、セキュリティ、保守性というところを見ていきます。で、最後に、この DDD の適正評価を行って、ドメイン層の存在だとか、境界の明確さだとか、指出す言語の追跡だとか、移行難易度っていうのを洗い出していきます。で、じゃあ実際にこれらがどのように内部で動いているかっていうところなんですけども、ちょっと簡易的な絵を描いてるんですけども、設計書だとかコメントからですね、このドメインモデルっていうのを作り出します。一般的に、システムを作る上で、このドメインモデルのところはドメインエキスパートというのが必要で、例えば、決済の世界だったら決済に詳しい方とか、法律に詳しい方とか必要なんですけど、ここはですね、ちょっとした指示を与えるとですね、このリアクティブトエージェントはですね、インターネット上からそのドメインに関する知識を取ってくることができますし、ない場合にはですね、例えば会社の中でラグを作っておいて、自社のドキュメントだとかオペレーションとかの情報を参照できるようにしておくと、AI の方から適宜そういった情報を集めてきて、ドメインのビジネスの情報を加えて、いびき出す言語の紐付けをやっていくってことができます。で、ドメインモデルの中には、制約だとかエンティティの情報が含まれておりまして、これらがドメインオブジェクトと紐づくための手がかりとなります。で、ドメインオブジェクトの方は実際に実装されているコードになるんですけども、こちらは、リポジトリと、ドメインサービスから分析をしていくんですけど、この中では、集約だとか値オブジェクトっていうのを見て、左側の制約エンティティと紐付けて、それらがどう相関しているかっていうことを見つけ出していくっていうことをやります。で、実際には、ドメインモデルから、コーディングをする。ドメインオブジェクトからモデリングをして、ドメインモデルを作り出す。これを循環的に繰り返しながら、精度を上げていくって、こういったような仕掛けで作られております。では、実際にドメインというものは、どういうタイプに分かれるかっていうところなんですけども、大きく7つのタイプがあります。で、ビジネス構造軸で分類をすると、この3つですね。パイプラインドメイン、ブラックボードドメイン、ダイアログドメインっていうこの3つに分かれます。で、パイプラインは順番に処理するためのドメイン。そしてブラックボードは、共有データに協調的なアクセスするようなドメイン。そしてダイアログっていうのは双方のインタラクションが必要になるドメインという形になっています。で、これはテクニカル軸での分類になるんですけど、マイクロサービス境界軸っていうところでサービスカテゴリーということで、プロセスドメイン、マスタードメイン、インテグレーションドメイン、サポーティングドメインって大きく4つのドメインをカテゴライズして、で、プロセスではビジネスプロセスの実行、マスターではマスターデータの管理、インテグレーションでは外部システム連携、サポーティングでは横断的機能を提供する、こういったことをやるようなドメインというのを見つけ出していきます。で、じゃあ実際に DDD の中で戦略的設計の評価っていうのはどのように行っているかっていうお話になるんですけども、基本的には戦略的設計の中ではビジネスとの整合性、組織との適合性、技術的健全性の3つの観点で評価を行います。で、目的としては事業構造とシステムの構造が整合していて設計に反映されているかということを見ていきます。で、最初に境界コンテキストを分析します。これでは何をしているかというところで、例えばモジュールとかパッケージがちゃんと分離されているかどうか、それからネームスペースによる分離が行われているかどうか、あと責務が分離されているかどうか、あとコンテキスト間の関係を見て依存の方向性、それから共有関連の有無、あと腐敗防止層があるかどうか、これは抽象化って言われているところですね。例えばJava で言うとアブストラクションクラスみたいなのがこう作られているかとか、ディペンデンシーインジェクションみたいな仕掛けが入っているかみたいな、こういうところを見ていきます。で、コンテキストの独立性を見て、デプロイの独立性、データの独立性、チームの独立性というのを評価していきます。で、真ん中のいびき出す言語っていうところは、用語の一貫性を取りに行きます。例えば、ドキュメントの中で用語が一貫してない場合が、多々ありますので、こういったものが一貫するように命名の規約を拾い上げていきます。で、例えば、同じことを2つの言葉で指している場合には、それも辞書として登録をして、それを言い換えていくみたいなことをやっていきます。で、実際にドメインエキスパートとの整合性というのをその次に行って、ビジネス用語の使用、それから技術用語の混入がどのぐらいそのドメインの設計書の中に混入されているかというのを見ていきます。で、あとは略語が使われている場合には、その略語の使用状況を見ていきます。
で、コンテキスト間での用語を分離して、同一用語の異なる意味っていうものが存在しないかどうかをチェックして、存在する場合にはその意味が変わるように用語を変えるということが必要になります。で、これでは、例えばポリセミっていうことで多義語みたいなものだとか、あとコンテキスト固有の語彙とかがあった場合には、それが分かりやすい語彙になるように分析をしていきます。で、最後、コンテキストマップの分析ということで、各コンテキストがどう相関しているかっていうところから、協力関係にあるのか、共有パネルなのか、カスタマーとサプライヤーの関係なのか、あるいは順応者なのか、こういったいくつかのコンテキスト間の関係性を紐付けていって、グラフ構造を作っていくということを戦略的設計の中では評価していきます。で、次に戦術的設計というところで、これはコードを主に見ていくんですけども、実装レベルの設計パターンを分析して、モデルがビジネスを正しく表現できているかっていうのを評価していきます。一つ目はエンティティの分析ということで、識別子の設計がちゃんと行われているかというところで、ID の生成の戦略ですとか、ナチュラルキーだとか、サブロゲートキーみたいなものですね。こういったものを見ていきます。それからライフサイクル管理ということで、生成パターンだとか、状態遷移だとか、普遍条件があるかどうかを見ていきます。で、振る舞いの充実を見ていって、ビジネスロジックが配置されているかどうか、それから貧血ドメインモデルがないかという検出、それからテルドントアスクって言われているようなものがないかどうかをチェックして、それを適用していくということをやります。で、値オブジェクトについては、普遍性の確保ということで、インミュータブルな設計になっているかだとか、副作用のない操作になっているか、あと、コンストラクターでの検証を行います。透過性の実装ということで、イコールズだとか、ハッシュコードとかを見たりだとか、構造的な同一性、それから型安全性というのを見ていきます。で、値オブジェクト候補の検出も行って、プリミティブの執着の検出を行って、符号値の検出を行って、型エリアスの検出を行います。で、集約では、集約ルートを特定して、ルートの責務、それから普遍条件の保護、トランザクション境界を見ていきます。で、集約サイズの適切さっていうところも、小さすぎない、あるいは大きすぎないか。で、これ参照対値の判断をしていきます。で、あと集約間はどのように参照されているかというところを見ていって、ID による参照なのか、オブジェクト参照を回避しているかだとか、整合性の境界を見ていくということをやっていきます。で、リポジトリ分析になってくると、インターフェース設計をレビューしていって、実装の品質を見て、集約単位の永続化が正しく行われているかということを見ていきます。で、ドメインサービスの分析では、サービスの責務、サービスの流度、それからアプリケーションサービスとの区別というところを見ていくと。で、加えて、この戦術的パターンですね、ファクトリーだとかリポジトリ、こういったパターンのどこに適用されるのかを調べる。アーキテクチャパターンについても同じように調べて、どういうアーキテクチャにいるべきなのかということを調査するということを、この戦術的設計の評価で行っていきます。で、じゃあ実際にドメインが分割されて、モジュールが切り分けられたら、このモジュールがちゃんと正しく設計されているかを見るために、MMI と言われているモジュール成熟度指標というのを評価していきます。で、まず4軸訂正に関して言うと、評価軸としては、行集度、結合度、独立性、再利用性で、ここにある重み付けに基づいて計算していきます。で、スコアは右側にありますように、全面再設計が必要な場合は0から40。大幅なリファクタリングが必要な場合には40から60。軽微なリファクタリングの場合には60から80。で、マイクロサービス化の準備が完了している場合には80から100という、こういうスコアを与えて、これをこの重み付けで掛け合わせて5で割るということをやって、評価をしていくということをやります。で、これによって、どのドメインが独立性が高いかとか、そうじゃないのかということが見えてくる。そんなイメージになっております。で、次にですね、これは定量指標なんですけども、定量評価するときには、リリエンタールって言われている人の、手法に基づいて行います。で、こちらコードから解析するんですけども、Python のプログラムを書いてまして、この Python のプログラムをスキルから呼び出すことで実装しています。で、まず1つ目がモジュール性、それから階層性、それからパターン一貫性、この3つの観点で重み付けをしています。で、スコアは、技術負債が少ないかどうかというところで、見ていまして、で、段階的なリファクタリングを、していって、このグッドに持っていくような、こういうような目標値を置いて、分析を行うような仕掛けになっております。で、このモジュール成熟度指標についてはですね、クロードコードで計測する方法として、ブログの記事も書いておきましたので、お時間のある方はぜひ一度読んでいただくと、この辺の仕組みがわかるかと思います。で、じゃあ、このベースとなるコード解析のための技術スタック調査でどういうことを見てるかっていうところなんですけど、言語バージョンフレームワーク、データベース、外部サービス、ビルドツール、テストフレームワークっていうのを見ていきます。
これによって後続の処理でどういうツールが使えるかっていうのが決まってきますので、まず最初にこれを行っているっていうのが、このエージェントの実態となっております。で、先ほどの適正評価の分析タスクはこのような形になってまして、タスクタイプを分類して、例えばセレナの MCP で、抽象高分岐ツリーを探した方がいいのかどうかっていうのを判定して、その場合には、シンボル概要を取得する、参照取得追跡するのか、それとも AST の操作するのかっていうことを判断します。で、ファイルのパターンのマッチングとか、名前のマッチングの場合には、ファイル検索をしたり、正規表現によるマッチをするので、グローブやグレップを使うという形になります。そして中身を全部読み取って、ロングコンテキストで処理しなきゃいけない場合には、リード処理をして、ファイルを読み取って、その中身に基づいて調査を組み立てていくっていう、こういったような仕掛けになっております。で、ちょっと参考までに、この抽象構文儀のところで、セレナを使ってるんですけど、セレナが対応している言語っていうのは、ここにあるように、25個ぐらいだかな、もうちょっとあるのかな、ちょっとわかんないですけども、ここにある言語はセレナが標準で提供してくれている言語のシンボル情報になってますので、こちらについては、対応している言語であれば、セレナがシンボルを解析してくれます。で、仮にですね、コボルのようなこのシンボル対応してない場合には、LSP と言われている、ランゲージサポートプロトコルって言われているプロトコルを作って、自分で拡張することができるようになってますね。こちらを作って追加することで、ここにない言語に対しても追跡が可能になっていくという仕掛けになっております。では、構造分析、具体的にどのようなことをやっているかというお話になるんですけども、構造分析ではですね、ディレクトリ構成、モジュール構成、依存関係、エントリーポイントっていうのを調べていって、それぞれの中から必要な情報を取るような仕掛けになってまして、これによってエージェントがですね、今集中しなきゃいけないものにフォーカスして、トークン数を削減するためにこういうことをやっております。で、じゃあ実際にコードスキャンする中で、合わせてですね、技術負債も見つけ出そうということで、いくつかルールを作っておりまして、例えば GOT クラスって言われているような、非常に巨大なモジュールだとかクラスがないかということを分析すると。あと条件分岐ですね。こちらが複雑かどうか。それから重複コード、どのぐらいあるかっていうのを見ていきます。で、ちょっといくつかのお客さんで、実際にエージェントかけてるんですけども、そうするとですね、結構重複コード見つかります。で、特にレガシーシステムであればあるほど、この重複コード大量に見つかりまして、あるシステムでは7割ぐらい重複しているようなコードがあったり、少ないお客さんでも3割ぐらいは重複があるという、そういったような状態がよく見つかります。で、アーキテクチャについては、循環依存がないか、ゴッドオブジェクトがないか、あとレイヤー違反がないか、密結合がないかということを見ていきます。で、セキュリティに関しては、ハードコードが認証が埋め込まれてないか、いわゆるパスワードがリテラルでコードの中に入っているとか、こういったのを見つけ出します。から SQL インジェクションに対して耐性があるかだとか、入力検証の欠如がある場合にはそれを見つけ出します。で、保守性っていうところではドキュメントの不足しているところを見つけ出してきて、あとテストのカバレッジだとかエラーハンドリングの仕方も調査をして、この保守性が下がってないかどうかっていうところも評価して、重要度に合わせて分類して、それをレポートに出力するという、そういった仕組みになっています。で、じゃあ実際にデモアプリケーションで、ちょっと実際の出力見ていきたいと思います。これ今まさに私の PC の中でエージェントが走ってるんですけど、このちょうどセッション始まった時にリクエストを投げて、今回しているところで、今ちょうどフェーズ3から6に来ているところになっています。で、3から6のところは、次週のセミナーでお話しする内容になってますので、一旦ですね、1、2の分析結果というところを見ていければと思います。で、ちなみに余談ですけども、こういうクロードモニターというのを入れることをお勧めします。で、コツとしてはですね、結構重たい処理とか、大きなドキュメントを読ませるときには、ここにあるリミットリセットアットというのがあるので、この時刻にトークンがリセットされますので、この解析中にこのリセットタイミングが来るように、このエージェントを起動するというのが一つコツになっております。では、早速、出力されたレポートを見ていきたいと思います。はい、今、デスクトップ見えてると思うんですけども、こちらにですね、レガシー e コマースっていう、ちょっとあえてですね、あまり良くないコードの書き方をした、ソースコードを入れております。で、こちらを分析するということをやっております。で、ちょっとまだエージェント走ってるので、まだサマリーは出てないんですけども、最初にちょっとシステムオーバービューから見ていきたいと思います。このような形でですね、このソースコードを見るとですね、どういうシステムで、ここで例えばモノリスだというふうに判断されて、モノリシックなアプリケーションであるというふうに判定されています。で、バックエンド、データベース、ビルドインフラ何を使っているのか。で、各そのオブジェクトがそれぞれどういう層に分かれていて、それぞれどのように相関しているかっていうことをこう見ていきます。
で、これ見ていただくと、プレゼンテーション、サービス、リポジトリっていうになってるんで、いわゆる有名な3層構造になってるんですけども、ここで参照ポイント見ていただくと、このプロダクトコントローラーが、直接リポジトリレイヤーを呼び出してますので、これはレイヤー違反を起こしているので、今後回収するときに悪い影響が出るので、こういったところを直しましょうっていうのが見て取れるかと思います。で、次にアーキテクチャパターンですね。これが先ほどのレイヤードパターンになってますよっていうところで、先ほどのレイヤーパターンの規則違反が起きてますよと。それから依存関係ですね。こちら循環参照はないかということで、クラス設計を見ていくと、例えばこのオーダーサービスがインベントリーサービスを呼び出してるんですけど、インベントリーサービスがオーダーサービスを呼び出すって循環参照が走って、これが暗黙的に走ってるんで、これが例えば修正するときに問題になりますよということを示しております。で、各モジュールを見ていくと、パッケージに対してクラスが何個あって、コードの行数がどのぐらいあって、で、それぞれどういう違反が起きているかみたいなことが見えてくると。で、モジュール間の結合度っていうところもこちらに出てまして、それぞれどのぐらいな結合が行われているかというところで、オーダーサービスからリポジトリ層に関して言うと、依存度が4つもあるので、ちょっとこれは過剰ですよねっていうことが出てきたりだとか、あるいはレイヤー違反してますよねっていうのが分かるような、そんなイメージになります。で、これはコードから読み取った API のエンドポイントですね。で、それぞれどういうコントローラーと紐づいているのかっていうのを出しています。で、データベースのスキーマも同じように出してきて、テーブルに何があるのか、それぞれカラム数がどのぐらいあるのか、で、それぞれの主な問題点は何があるのかっていうことをこう出していきます。で、これは検知した ER 図ですね。このような形で ER 図が作られて、で、外部連携はどのように行われているかっていうところも合わせてこう拾ってくると。そして、これはちょっと面白いんですけども、ステータス遷移図っていうのも自動的に作るようになってまして、例えば注文作成を行われるとペンディングになって、確定するとコンファームドになってて、こういう状態遷移図っていうのも自動的にこう作ってくれます。で、これも決済だとか注文だとかっていうものをまとめています。そして、これらの調査の結果から技術負債、課題を洗い出して、カテゴライズして出力します。例えば、カード番号が平文で保存されてログ出力されてますよっていうクリティカルな問題を見つけてきたりとかですね。あるいは認証認可の完全欠如があるっていうところで、こういったところをこう見つけてくると。で、コードの統計サマリーを出して、ここに問題があるんじゃないかというところにまとめられています。で、もう一つ、今度、エバリエーションのところを見ていきたいと思うんですけども、そうですね。じゃあ、例えば、MMI オーバービューというのを開きます。で、そうすると、総合スコアっていうのが出てきまして、100点満点中42点ということで、成熟度が低いということで、これはもう大幅なリファクタリングをしないとまずいですよということを示しています。で、それぞれのモジュールごとにどういうスコアになっているかっていうことが、色分けされて、例えばこの例ですと、オーダーサービスというのは独立性が低いということで、モジュールの成熟度が低いので、これが課題であるということが明確になっています。で、それぞれ軸別の判定スコアがあって、で、それぞれに対して即座に対応したが必要なのかっていうクリティカルなイシューがあるのか、ハイイシューがあるのか、ミディアムイシューがあるのか、で、その問題に対してどのような推奨アクションがあるのかっていうことをやっていきます。で、そして、これらの結果に基づいて、もう一個説明する DDD の評価と合わせて、今、どのような状態になっているかということを示していきます。で、同じく DDD のエバリエーションを見ていきますと、このような形で、スコアを計算してまして、で、成熟度判定というのが行われて、グレードが定義されます。で、スコアのレーダーチャートが作られて、それぞれのスコアリングですね。こんな感じでこうマッピングされてますと。で、戦略的設計評価ということで、エピダス原稿は、例えば、どうなっているかということで、例えばクラス名はちゃんとドメイン用語を使ってますよね。ここがちゃんと合ってるかどうか。あと、メソッド名がビジネスから見て分かりやすい名前になっているか。あと、リポジトリメソッドがドメイン的になっているかどうかっていうことを評価して、関数の名前の付け方も評価しているような、そんなイメージですね。で、それぞれの問題において言うと、例えば、このステータス値がエニミネートを使ってないので、これはちょっと直した方がいいよって言ってくれたりとかですね。あと、命名パターンは直した方がいいですよみたいな、こういうのも指摘してくれます。で、そして、コンテキストマップですね。これが境界コンテキストがどこでどうなっているか。これはクラスというよりは、それぞれの機能がどうマッピングされて、どこに問題があるかということを可視化しております。で、それらがどういう参照の仕方をしているのかだとか、呼び出しの仕方をしているのかをこう表現してくれてまして、これらで現行システムの課題がこう見えてくるみたいな、そんなイメージになっております。で、じゃあちょっと、もうちょっと先に進んで、ドメインの分析ですね。これをちょっと見ていきたいと思います。で、そうすると、ドメインの分析をすると、ここにドメインの分類をしてくれて、どういうタイプのドメインなのかっていうことを分析してくれます。
で、各ドメインにおいて特徴をチェックしてくれて、それぞれどういう特徴と、どんな判定になったかっていうところで、これですね、このアンケートの結果に基づいてスコアをつけているという、こういう仕掛けになっているようなイメージになっています。これは結構主観が入ったりしがちなんですけど、これ AI を使うと、ロジカルにこれらを評価できることが一つ大きな特徴かなと思っております。で、これがシステムマッピングですね。現行から、ドメインを紐付けてあげると、どのドメインにどの Java クラスが紐づいているかっていうことをきちんと照らし合わせてくれて、で、どのドメインに移行したらいいのか、移行先の例はどこにあるべきなのかっていうことを整理してくれますと。で、こんな感じでですね、現行の仕組みを、移行後どういうふうにマッピングするかっていうことを示しています。右側が現行で、左側が移行後のドメインになっております。で、それに基づいてターゲットアーキテクチャですね。これをどういうふうにアーキテクチャを再設計したらいいかっていうことを分解してくれて、で通信パターンだとか、あとカタログですね、こういったものを作って、再設計に必要な情報を出してくれるという、こんな仕掛けになって動いております。で、最後にですね、こちら、アーキテクチャリデザインエージェント for Cloud Code ということで、ちょっと私の個人リポジトリなんですけども、GitHub 上にこれはエージェント公開しておりますので、クロードカードを持っている方でしたら、自由に使っていただく形になります。一応 MIT ライセンスで提供してまして、基本的には著作権表示をして、弊社の設計エンジンを外さなければダウンロードして自由に使っていただいても OK ですよという立て付けにしております。ご興味のある方は、ぜひ見ていただければと思います。で、こちらがそのエージェントのコードになります。で、見ていただくとこのような形でですね、様々なレポートを出すようになってまして、スキルも多種多様にあるという形で作っております。はい。で、最後にまとめということで、こういったレガシーの分析が人手による調査っていうことをやるのが課題だったので、これを短時間かつ包括的な調査の実現ということで AI を使って設計したコードから自動で調査を実施すると。で、評価者のスキルだとか主観に依存しないようにするために、主観によらない定量的、定性的な評価を実現しております。あと、ボトムアップ型の調査というのは結構多いんですけども、ビジネス戦略とシステムを一致させるための、双方向からの評価をするような仕掛けで作っているというのが特徴になっているかと思います。で、最後に次回のお知らせということで、今日は主に分析評価のお話をしてきたんですけども、この結果に基づいてどのようにシステムを再設計していけばよいのか、それからマイクロサービスアーキテクチャを行う際のサービス分割の考え方、こういったものを AI を用いて実施する方法について次回はお話ししていきたいと思います。以上になります。ありがとうございました。